大会に先立ち、本日、傍聴者から傍聴申請が傍聴許可していることを報告しておきます。ただいまから令和6年教育委員会第9回定例会を開催します。本日、教育委員は全員出席です。今回の署名には4責任を取ります。それでは日程第1、議案事項になります。議案第2項、幼稚園教育職員の倫理観、休日、学校に関する可能です。この規則の一部を開始するときまして、指導概要を説明をお願いします。教育長指導課長。幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正についてご説明いたします。法案改正趣旨でございます。今般、政策経営部人事課において、休庁局職員の各休暇の承認期間、取得可能期間を6月1日から10月31日までとする見直しを行うことになりました。幼稚園教育職員は、園児が夏休みである現行の4月1日から9月30日までの期間に各休暇を取得しているところではございますが、庁部局職員との均衡を図るため、同様の見直しを行うものでございます。法案に改正内容でございます。各休暇の承認期間、取得可能期間を現行の7月1日から9月30日までを6月1日から10月31日までと拡大するものです。参考までに各休暇の特例措置を表でお示しいたしました。令和2年度2020年および令和3年度2021年は、承認期間の周期を11月30日までと2ヶ月延長し、令和4年度は周期を10月31日までの1ヶ月延長しております。それぞれの延長理由は記載の通りでございます。各年度において特例措置のための規則改正を教育委員会でお諮りをし、ご承認をいただいております。今回に関しましては、特例措置ではなく、本則で期間の変更をお諮りするものでございます。公判3、新旧対象表は、こちら、別紙、議案の通りでございます。公判4、交付金は交付の日でございます。説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ご質問等ありましたらお願いいたします。はい、長崎。今までちょっと不勉強というか、きちんと確認してこなかったんですけどね。休暇っていうのは必ず取らなくてしなくてはいけないものなのか、日数とか知るとか。日数別は転職金の場合5日間、それは、この期間中に必ず取るものとしてはしております。ありがとうございます。これまで実際のところの幼稚園の方は、夏休み期間以外で休みを取られるでしょうか。この各休暇については、この期間中に10日間確実に取るように安定している。それ以外に年次休暇として休みの方は取っていますので、各休暇としてはこの期間内に必ず全員が取得しています。NGP については、そうですね、年間として取ること。はい、他によろしいでしょうか。それでは、こちらは議案ですので、採決を決めされます。賛成の教育委員会挙手をお願いいたします。はい、全員賛成でございます。可決されました。それでは日程第2、報告事項に入ります。主要な図書館における夏休み期間中の売上改革、地方自治につきまして、文化振興会長の説明をお願いします。はい、お願いします。文化振興会長。それでは資料に基づきましてご説明申し上げます。千葉図書館における夏休み期間中の売上改革について、施行実施ということでございます。千葉会館では夏休みの期間中、小中学生、高校生の読書活動を実施するため、会館期間を月間取り上げて、9時から実施しているところでございますが、利用実績と踏まえまして、
お子様たちの学習環境の整備、学習心理体制の充実のため、一部内容を変更して思考的に、実施するものでございます。小実施の内容でございますが、1番でございます。こちら、午前9時から午前10時の小中高校生の利用状況を見ますと、前半7月21日、8月10日の期間はあまり利用実績がございません。しかしながら、後半の期間に利用が集中する傾向にございます。その理由としまして、小中学生の夏休みの宿題に対するニーズが高くなっているということが想定されます。そこで、令和6年度は試行的に、小中高校生が比較的多く来館する8月11日以降に、売上開館を実施するとともに、その期間中、夏休みの学習環境や学習支援体制をより充実させることによって、お子様たちの読書及び学習活用の推進を図っているというものでございます。見直しの内容以外でございます。売上期間の変更につきましては、従前は夏休みの期間に7月の中旬以降、8月いっぱいまで40期間実施しておりましたが、今回、試行実施する期間につきましては、8月11日から8月31日までの20日間にさせていただきたいと思います。その期間中、お子様たちの学習環境、学習支援体制の充実の内容といたしまして、長大図書館内の中高生専用席の増設を図ります。これまで18名、16名の席だったところを20席増設いたします。また、研修室を自習スペースとして一部開放いたしまして、月曜日と水曜日の9時から17時、第1研修室、第2研修室を自習スペースとして開放いたします。また、小中高生の学習支援体制の充実としまして、パレンジャーの方の数を増加いたしまして、学習支援体制を強化いたします。この内容の周知につきましては、広報、録画活動、図書館である、SNS によって周知するとともに、図書館内の掲示においても重要いたします。また、こちら、令和6年度の施行実施でございますので、実施状況を踏まえ、令和7年度以降の対応につきましては、決定となります。どうもご覧ください。はい、説明ありがとうございます。ご質問等がありましたら、お願いいたします。年までは40日間で、20日間、今年間、6日間、半減してしまうわけですけれども、利用状況を見て、こういうふうになるということで、これは小中高校生の利用ということで、それ以外に一般の方は、9時から当初、7月や夏休み期間から結構利用されている方が多いか。はい、昔夏休み、7月21日から8月31日までの、入館者数を、一応チェックいたしました。そうしましたところ、7月21日から8月の10日ぐらいまでは、70名を超えるケースというのはあまりありませんでした。これは9時から10時までの期間中。しかしながら、これ全体を調べてたんですけれども、8月の10日以降になりますと、全体の9時から10時までの来館数は、70を超える日数がかなり増えていますね。そういった状況を踏まえまして、この期間中に学習支援体制を強化するといった手法を考えていると思います。実習点数から一部開放というのは、これは、小中高校生に限ってわけではない。はい、昔をこちらは、一般の方ももちろん伝えます。ですが、起用が見込まれるのは、小中高校生の方だと思われますので、そういった方たちのための教育と考えています。おそらく高齢の方とかで、家であまりエアコンを使いたくないとか、そういった方の需要があるのかなと思いますので、安全になるということをきちんと丁寧に周知していただきます。はい、ご指摘を踏まえて丁寧にご質問あります。ご質問よろしいでしょうか。これは区内の小中学校に直接お知らせというのは考えていらっしゃるんですか。今後ですね、こちらの内容周知につきましては、高校生、小中学校の校長先生あたりに、周知文を出していただきたいと思います。はい。他にお願いします。
今ってチラシとか、それぞれここに書かれて難しい。チラシとは今のところ、考えておりますが、ご指摘をまいまして、チラシの撮影も検討してまいりたいと思います。システムがありますので、そのようなシステムを使って、全国単位でそれぞれのクイズの形について配信をするなどで、それから集中的にしているので、これ集中しておいて、それに考えられたということをぜひ、これにね、スクリーンしますが。はい。それでは、昔ご会社ありがとうございました。よろしくお願いいたします。ご解説いただきます。続きまして、続きに続く日本のパリにおいるこの点検の評価につきまして、論争の対象説明をお願いします。はい。それでは、資料に続きまして、ご説明いただきます。今年度、教育に関する趣味の管理および、この仕事の入試の評価につきましても、まずは、目的とはもうご存知のもので、それについては、いただきまして、今、これまでの源泉という速に、平成20年度から令和元年度までは、給与施策の低下というものを使用して、点検評価の実施をしてまいりましたが、令和2年から4年度にかけては、その主要な課題を3項目、点検評価を実施してきました。昨年度からまた主要施策の成果を使用して、点検評価の方を実施させていただいております。委員の方々につきましては、表の通り、5名の方の学識経験者の方々に、行っていただきます。それで、今年度の方向性というのが4番になります。区の子育て給付行政の主要な施策を理解してもらうということで、昨年度に引き続き、主要施策の成果を使用して点検評価をしたいと思っておりますが、各2のところで、昨年度は主要施策の7事業について点検評価をしていただいたんですが、2回の会議で、その7つの施策の課題やまた成果をすべて網羅するというのはなかなか難しかったということもありまして、今年度につきましては、3から5事業程度にさせていただければというふうに思います。また、この中でも、教育委員会の中でもご指摘もありましたし、議会の方からもご指摘がありましたということで、この点検評価を実施した結果を、来年度予算、令和7年度予算に反映させたいということで、上半期をめどに、この点検評価をやりたいなというふうに思っております。今年度の日程が5番になります。6月4日の部会総会で、実施の方針と項目について、審議をさせていただいた後、11日に教育委員会がありますので、教育委員会協議で、その方針と項目を、選定していただくと。その後、7月から8月にかけて、有識者会議を2回開催しました後、9月中に教育委員会での審議を受けて、議案を提出させていただいて、教育委員会の議決を賜ったりと。で、ご議決いただいた場合には、地域文教委員会、議会の方にご報告をさせていただきたいというふうなスケジュールで、ちょっと考えてございます。テーマがこの通りにやらせていただいて、ちょっともしかしたらちょっと有識者の方の認定調整といったところで、ちょっとどうなるかっていうところはあるかなと思っておりますが、このような形で、予算要求に間に合うような形で、ちょっとやらせていただきたいなと思っております。また、その他の説明は以上です。はい、について説明いたしました。ご質問ありましたら、はい、今先ほど今後の日程、ゲストを有識者会議の開催にしていただきたいと思います。
本当に調査したいところが、定期的にそれが叶わないから、この調査をやめようっていうふうにならないようになってたら。はい、これはその結論かしら。おっしゃる通り、ちょっと、なんですか、私の予想がやっぱり夏休み入る前、見ていただく。ホームページで夏休みの方が十分あるかもしれないんですが、ちょっとそういうのいろいろ話しながら、先生方にもちょっと、いろいろお話をさせていただきながら、ちゃんと子どもたちの姿が見れるような環境を、教えていただければなというふうに思っております。ありがとうございます。しっかりと評価をで、出している時間を確保しながら、見れるときに役立てる、そういうそれで、ものによって仕事する、そういう作業によって時間をいただければと思います。他にそしてもよろしいですか。はい。ありがとうございます。続きまして、幼稚園、保育園、子ども園、認知症子ども園の4つの要求。令和6年5月1日につきまして、子ども支援課長のお願いします。では、教育者に強いに決まって、幼稚園、保育園、子ども園、認定できないと大中状況。こちら、令和6年5月1日現在でございます。まず、幼稚園、子ども園の在籍状況として、ご紹介いたします。幼稚園子ども園の学級数と原因および現実数のと行っている際に、まず左側の数字が学級数。こちらと、都内が原因。右側が現実数となってございます。学級数および原因につきましては、説明が変更はございません。現実につきまして、ご説明をさせていただきます。右下、こちらの合計が、3歳児につきましては、160、昨年と比較して14名、4歳児につきましては163名、昨年と比較して22名の減少、1歳児につきましては192名、昨年と比較して11名の減少。合計で615名、昨年と比較して25名の減少。こちらは今日の落書きの数値は、現時点で生徒なしいないクラスとしています。幼稚園と子ども園に関係がつきましては、依然と減少傾向が続いている。続いて、下段の保育園、子ども園、認定組合の策定がされます。右下の合計欄の方を分析させていただいています。0歳児が145名、昨年と比較して8名、1歳児が303、昨年と比較して13名、1歳児が330名、昨年と比較して4名と少、3歳児が283、昨年と比較して6名、5歳児が266名、昨年と比較して1名、1歳児が285名、昨年と比較して15名の減。合計が1590、昨年と比較して13名の減点。傾向といたしましては、多くに比べて正義がない状況ではございますが、上半期につきましては、先がある傾向でございまして、下半期に向かって徐々に現実をつけていくという傾向でございます。また、全体の数は減少しているところではございますけれども、1歳児が増加しておりまして、先ほどまで傾向と見受けられる状況を考えているではございます。続きまして、地域型保育事業の整備としています。他の認可外保育所の定員と転属でございます。こちら、右側の合計の部分をさせていただきます。保育所の中には、それぞれ室外の方が在籍している園がございますので、
こちらを区別してご協力させていただいております。点数といたしましては、332名、昨年よりも2名、キックリーノが230、昨年と比較して27名減。こちらの枠の表を使っていただきます。令和6年度の保育園子ども園等の待機児童数15の状況でございます。まず、待機児童数につきましては、該当者はございません。次に、特定流行16名、昨年と比較して1名の中。続いて、流行2名、昨年と比較して2名の減。続いて、転所流行で10名、昨年と比較して昨年の減。次に、育児休業延長休者48名、昨年と比較して15名の増。そして、申請の取り下げや主体が昨年と比較して発生いたしました。4名で昨年と偶数でございます。近年、育児休業延長の結果が、まず紹介しておりまして、0歳児に比較的空きは多いものの、1歳児の入園が多くなっていて、厳しくなっているような傾向がございます。じゃあ、説明が質問ありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。育児が多くやって説明だったり、育児の規模、それで一切が多い。あと、今で言うことなんですけども、やっぱり就業企業が育児休業の人に対して、だいぶ減ってきているという中で、そうすると1年くらい育児休業から、それで、ちょっと何かけてるという。これからもそういった傾向が強くなっている。そうですね、働き方改革っていうのも、どこまで分かりませんけれども、男性についても、いいバトレーションがされているとか、いう企業も集まっていると、在宅ワークができて、歩けることも、機会として少なくなっているとか、それはちょっと通ってないところではあるんですが、徐々に選択肢が増えてきているのかなと。はい、ございました。ありがとうございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、では、短時間保育と長時間保育幼稚園の問題ですけど、長時間保育の方で、利用者が多い。短時間をして作られている。今から長時間保育やはい、ということで、しましょう。それは、っていうのは、はい、比較的ですね、やっぱり、子ども園についても、幼稚園についても、長時間の枠っていうのは、増やしていくというところではありますが、短時間に変えられた方も、長時間があると、長時間に工夫したいというような希望も多い。なので、今のところ、これ以上ちょっと短時間を増やして、長時間を増やすというのは、なかなか対応できるの厳しいところがありますので、ご要望を変更として、こちらとしても把握はしているところなんですけども、もう少しこのあたりは、現在の場面で、検討ができるかという。よろしいですね。その関係もあって続きまして、子育て支援に関する国民ニーズ調査結果がございます。子育て推進課から説明をお願いします。次は、子育て支援に関する国民ニーズ調査結果にプラス資料が載せられているものを作っていただきます。また調査の結果でございますけれども、本年度ですね、改定予定の第3部。中学子どもの支援事業計画を達成するための基礎データを調査でございます。調査の概要でございますけれども、調査の対象者でいただきましては、10月2026年に文書を有する小学生から全員にお越しいただきましてもらったものでございます。
回答の方法でございますけれども、今回、どう書いていただいて、難しい場合にはですね、ニュース等によって回答を受けるということで、調査の期間が1月29日月曜日から2月12日の金曜日まで、約3週間でございました。回答の状況でございます。合計になりますが、1311年として、回収数が1683、回収率が31.7%ということでございます。前回調査の平成30年が47.3%。前回調査の平成25年が43.1%。ゼロで回収率下がっておりますけれども、理由として考えられるところは、平成30年当時、大式児童対策として、新規保育所の建設が進んでいたということでございますけれども、そういったところも相まって、子育てに関する、子育てに関する興味関心といったものが高かったことがあったところでありますが、またフルタイムでですね、ただ5%が増えてきたという状況もあり、多忙な状況のです。ほとんどこの書類だったのですね、あった回答が今回は難しいやられたというところが、ストレスになってしまう。そういうことございますけれども、統計的な数といたしましては、十分な数が得られているという認識をしているところに対する問題はないというところであります。その回答の内容でございます。本来でしたら、こちらの調査表、分厚い調査になるんですけれども、今回の資料につきましては、ここから行ったのを12分を選択させていただきまして、出させていただいております。でも、僕につきましては、この中から気になることがありますが、また、今回の設問で新しく設問したところを中心にご提案させていただければと思います。でまず3ページになりますけれども、子育て支援、こちらにですね、充実してほしい子育て支援サービスについて聞いてほしい。これはですね、未就学児保護者、小学生の保護者、全員に対してじゃないのとなっています。と言いますと、教園や遊び場、保護者の割合が、24年度、30年度超、最も高いということになっています。今回、得意なところとしてはですね、この程度の支給の中で経済的支援を加えている経済的労働力支援5%、約45%高いということである。かなり自分手当の、改善の議論、この辺の情報なんかも耳に入った影響があるかなというふうに考えております。5ページで保育園の保育サービスで特に充実してほしいと思うないで、言ったところで、こちらはですね、この一つ前の質問で、充実してほしい、保育サービスについて、保育サービスを選んだ保護者に回答いただいているんですので、それをしますと、充実してほしいものについては、病児保育ですね。だから、39です。適的保育の充実が39%。さらに、比較的プログラムですね。こちらの英語教育ですとか、そういった独自の2人のプログラムの職員と、こちらも25年20%。保育所の保育従事者ですね。職員を増やしてほしい。去年の26%からという状況でございます。続きまして、13ページ。この分についてございますが、これは今回初めて設けたと思います。それでも今、議論がされているところでございますけれども、つまりこれについて、これもですね、保育園で幼稚園、現在行ってない、前の質問で保育園、幼稚園選ばなかった未就園の保護者に回答いただいている。70.8% の方が、やっぱり、業者に答えている。参考までに需要量の見込みというところで、国の質問に当てはめた計算式で、10時間の枠で当てはめた必要定員、もしくは約40年必要定員が見込まれる。という考えた仕事。
でですね、こちら導入していくにあたっているところなんですけれども、課題といたしましては、やはりですね、数多く、いろいろなタイプのお子さんですね、受けていくにあたって、機械比率が、大きな課題とされるので、そしてどうこれは導入していくことができるのか、これは検討していきたいと思います。そして、16ページですね。今回改めて、新たに質問を出すみたいなことがありますけれども、保育園をされた中で幼稚園になりますね。幼稚園のところに、家庭で不立が低迷している状況もございましたので、今回の調査で、初めて聞かせていただいた質問です。これによりますとですね、今回、これも前の質問で、定期的に利用したい施設として、区立の幼稚園を選ばなかった未就学の保護者が答えている。といいますと、保育園、4時間での体験、この保育園は84%というところでは、その時の給食の提供を求めると、70.6%。そのですね、教育の方針、これらの技術ということで、20%。これとですね、合わせて周知も、周知の 23% ありまして、これ合わせて6割近いなんですけど、本当に教育の充実を含めるという声この回答を見て、ちょっと、感じているところでございますけれども、幼稚園はですね、時間の延長、給食の提供、そういったことをされることが、さらに教育の充実を図ることで、区立の幼稚園の利用を検討していただける感じなのかなと考えるところで、最後になりますけれども、最後のページですね。小学生に聞く質問を、小学生の保護者に質問として、最後、合格してたんですけど、いただいております。例年のこちら、回答かなというふうに。本当に合格しているところ、多分ですね、ちょっと9.5ポイントは、回答が下がってしまっているということになりますけれども、これは無理にですね、内藤さんとも勉強しましたけれども、それぞれ各小学校で、浸透しつつあるんですけど、中学校で少しずつ増えてあるんです。いろいろな名称でやられている状況もあるんです。今回の調査で、もしかしたら就職に出したのかと思うのに、その小学校でやっているので、出せば、もう少し回答があったのかな。ここは少し少ない状況ではありますけれども、結果としては同じぐらいの傾向が出たかなというか、認識をしております。この調査ですね、こちらの調査を基といたしまして、今年度、第3次千代田区という新事業計画を作成してまいりますけれども、この調査をもとにですね、作成していきたいというふうに考えています。この作成の状況につきましては、東京の新宿ですね、につきましては、教育委員会の適切な時に報告させていただければというふうに考えています。ご説明につきましては、以上でございます。はい。説明がしたときです。ご質問等ありましたらお願いいたします。すぐそこです。2週園地で、で、理由としては、これまで未就園が、そうですけれども、学校の子育てに、情報教育できない環境が多く、そこから派生して、ちょっと親御さんの気持ちというか、精神が少しマイナスになってしまったりとか、お子さんに対して、対応の状況、虐待とかですね、そういう原因になりかねないことは、報道に言われている中で、こういう未就園の、
保護者の方からも、こういう余暇を発表したいとか、さまざまな状況があるところで、利用したいという78%に下がっている。そこで、なんで、これはですね、はい。預ける期間がすごく違うけれども、はい。体験を言われるとか、そういうの逆に知らない。認知も聞いてるんですけど、全員確かに、そういうバックだったり、知らない顔もありますけど、どうしたら、なかったりとか。まあ、その辺そうですね、ご存じない方もいらっしゃると思いますので、知ってる方はいらっしゃる。ちょっと今、別の回答に。今、普及は今増えたので、全体的な増えていったので、そういうキャンペーンが増えているに関わらずそうではない。それをこう全体の回収率 30% の中で 70% のこういう対応ですので、今回ですね、こちらの方は、前の質問で、トイレでは幼稚園、利用したい施設、利用したい施設で、保育園や幼稚園を選ばなかった人なのが、今、幼稚園と保育園に通っていない、この回答をいただいた中で、通われていない方が回答しているという状況になりますので、保育園に行けないと。その幼稚園、保育園に行っていない人が回答して、2週園世帯の保護者、3歳以下の方の保護者に回答いただいているので、70.8%、この国の誰でも含めですけど、いうふうに、全員がないですけどね。対象となるお子さんたちに、発達に課題がある方も最初に質問が入ってそうですね。回答いただいているか、はい。回答いただいているかどうかも、回答の感覚としては、質問感覚としては、つまり、どうしてもいませんので、はい。自分の子供は対象じゃないと思われてしまう。通常保育園の課題がつくようなこととか、学校の先生に伝えるときも、わからない理解するかもいいんじゃないでしょうか。はい。資料様式が、これからでも今検討している段階ではあるんですけど、そういった誤解が招かない、こういう周知、そのスキームを作る、こういう方でご利用できる。これはきっちり見ていく必要があるので。じゃあ、今、なかなかその保護者の方が程度を知らないで、こういう経過が出ているか例えば、検討中の検討するなら、その時に、このアリント性をで、やりして、あなたにはそういう制度あるから活用してみませんかっていうような、なんかちょっと細かい、やり取りというか、今はやっている。これに関しては、いうことではない。ありまして、区の本庁者を拠点として、子育てに関するサービスの情報提供で、保健福祉とか、ママパパが現場にところでの勉強を出していまして、出生と同時に、施設長
が我々の国の保険と連携してですね、ことに関するそういった周知をですね、はい。健康理解とか、0から18まで、切れ目のない支援をしていくっていう、そういう思いがですね、そういったところのそれぞれの本質との周知っていうのをしっかりとしていかなきゃいけないと思ったり思っています。で、これも含めて、して他にご質問がよろしいでしょうか。はい。じゃあ、続きまして、令和6年の学業プラン、学業の在籍情報。令和6年は追加的につきまして、事業を決定センター所長の説明をお願いします。では、戻しますけれども、では、6年5月に現在の双葉の在籍状況です。で、こちらの表ですけれども、左側ですね、1番、これは掴んだ自動センター。これは19番、これは民間のベネツィアの19段を持ってきたとして、それごとに学年ごとに在籍ユニットをしていると思います。で、累計ごとに国立のあと、指導官に提出する。あと、学校内に提出した学部。あと、民間の機関の指導者をするわけです。で、今年度ですね、真ん中こちらの欄にですね、合計が全部1263人ということで、ちょうど1年前のですね、ところから30人増えている状況でございます。どこが増えたのかを見ていきたいと思います。まずですね、10番のアフタースクールでも、こちらの水小学校の点に伴いまして、学校クラブの受けを一つしていただきまして、受け入れが9人増える。ただ、普段小のアフタースクール、そちらも普段小学校の学校内学校クラブ。こちらもですね、スペースを学校の方からしていただきまして、結果ですね、でやっていくことができる。で、あと最後に、ベネッセのアンケートしか動くなんです。こちらは昨年度は36人ということで、1040人、なかったんですけど、こちらの経で45人。このあたりが主に増えたんです。結果といたしましては、大体ですね、1箇所を除きまして、定員を同じかですね、そういう状況になって、ご説明上です。はい、ありがとうございます。ご質問等ありましたら、お願いします。はい。続きまして、令和6年と学童クラブの整備につきまして、井戸武重センター所長説明をお願いします。では、次の資料に戻りまして、ただいまの学童クラブの在籍状況をご覧いただきました通り、かなり増えておりまして、なかなか厳しい状況となっている地区もある。今年度予算につきましては、待機指導ゼロを継続できるようにということで、私立の学童クラブを整備にかかる整備をで、こちらの予算を。こちらの予算は、2か所分を構成しておりまして、2か所分、こちらの整備の考え方を。2番のところです。先ほどのですね、この在籍状況の、これの基本的に各小学校ごとに整備はして、その中で見てきますが、未小と未小の地域と利用自動機に出しまして、学童クラブを、それがそれぞれ2か所限られておりまして、払いの見通しで、受け入れがなかなか難しい状況になると思います。見てきますと、未小、とてもにワンパク広がる。こちらの定員出している状況、令和元年度から出すい。あと、近隣にありますグローバルクッキーの出している状況。
でもかなり関係が多いです。令和元年度からかなり増えております。国が頑張って最近、子どもプラザの時も、定員と同じかということで、推移しています。近隣に、先に整備いたしました、令和3年度から経営開始しておりました、学童クラブ一括があるんですけども、令和元年度、ここからが、は8人になっているということで、令和1年度、今回44ということで、こちらの時のがないというところで、この地域がですね、整備が必要な地域と考えておりまして、ここで、今年度整備していきたい、誘致していきたいということになります。今後の予定ということで、両方ともですね、民間の事業者さんにですね、事業者さんに誘致するという地域のプロポーザルをつけて、整備を進めていきたいと考えています。現状ですね、区の方で用意できる場所というのは確保されていないので、基本的には民間の事業者さん場所の確保について、提供問題、形になると。直近はですね、学校クラブの誘致の参考にいたしましたページとしては、7月頃に訪問開始、11月頃に卒業します。ここでここなので、外部の方を入れただけということです。決定の後、12月以降ですね、補助金の交付いたしまして、解決時期を変更いたしまして、来年度の入荷ライン等には、予定ですけど、申請していただきます。スムーズに入荷につなげていきたいと思います。ご説明上、ありがとうございます。続きまして、ご質問ありましたらお願いします。どうしても同じ学校、例えば水晶学校だったら分かりますけど、学校それに対して大きいのが、新しく出たり、シーズン、希望者がこう行けばいいのか、どうしても原因になってきて、高額が入りたくてしまう。今の活動でどんなかなり僕がこちらに自発的に移る方が多くなると思います。はい。おっしゃる通り、そうですね。なるべく魅力のあるようなクラブでないと、そういったような流れになるので、そういったところをなんとかできるように、これできるような段階になりましたら、我々も幅広に、ご質問に声をしたんですけど、こちらのご協力で、推進をされると、しっかりと、期待することがあるかと、そうしながら、いっぱいクラブに。他にございますでしょうか。よろしいですか。はい。続きまして、令和6年度学級2年生、令和6年は、1年生の授業生徒、学級数につきまして、学校の授業説明をしています。それから令和1年度は、学級につきましては、学習専門教材の準備である。学習的に本当に上手です。で、キリスト教の代表学校の方をご覧ください。左側が学習数でございます。その下に、小学校の合計数を加えています。学級数は合計で118学級でございますが、昨年度と同数となっています。小学校の仕分けでございますが、学年度と比較いたしますと、3校の表現ございまして、番長小学校、14学級だったり、1学級年度と比べていますね。宇都宮小学校が2学級のと、千代田小学校の特殊支援学級が1学級減となっております。右側上司につきましては、右の地域こちらです。小学校合計数を記載しておりまして、
合計3305名でございます。前と比べて16名の増となっております。小学校で5種の役でございますが、初めて取り出しますと、番町小学校、新小学校、小学小学校の3校で、合計54名の点となっております。それ以外の高校では増えておりまして、計71人の増となっております。また、特別支援学級については、泉小学校が2名と、行田小学校が3名でとなっております。続きまして、中学校、中等学校の電気学生でございますが、学級数の合計につきましては、全体33学級、生徒数が1131名となっております。それぞれごいたしますと、大島中学校が2学級の件、神田中学校は同数となっていますので、全体で学級の件、生徒数は全体で54名の件となっております。続きまして、旧指導学級、別支学級、別支援教室でございますが、別支援教室におけるこちらの児童生徒は、中小学級に在籍しているため、上段の児童生徒にの中に住まれており、そして期待しているものでございます。清田小学校の言語に関する中級指導学級でございますが、24名ということで、昨年度と比べて4名としております。さっき2名、4名増えて1学級の増となっております。小学校特別支援教室は220名で27名の増。中学校特別支援教室は42名で昨年度増でございます。一番下、中等教育学校の前期後期合わせた全体の学級数、生徒数を記載しておりますが、昨年度結果いたしまして、生徒数が1名の増となっております。ご報告は以上です。この件に関してご質問はよろしくなくお願いいたします。泉小学校と千村小学校で、人数にちょっと差が出ているな、8名の人数に差があるなと思います。この特別支援学級というのは、ご自宅から近い方に通わなきゃいけないということではなくて、どちらかに入りやすいというか、それを選べるという。はい、お選びいただいて、認証ができたのは2年前に、まだ引き続き千代田市に通いたく、なんかやっぱり変化が難しいということで、通われている方がから参加。その時について、指導課長に指導課長。2年前の改正にあたっているところで、今、そのミッションの方の過程等も構築していられますので、そのあたりでしっかりやることによって、さらにこのニーズというところの分散がされるかなというふうな考えていると思います。ありがとうございます。よろしいですね。はい。では続きまして、令和7年度使用という採択につきまして、指導課長説明をお願いいたします。令和7年度使用の教科用図書採択についてご報告いたします。以前もご報告させていただいているところですが、採択のチームに来て、画面にお示しの通り、とさせていただいておりますが、本年度、令和7年度に使用する中学校、中等教育学校の前期課程の教科用図書を採択する年度となっております。去る4月の25日木曜日に第1回の選定委員会の方を開催させていただきました。またですね、現在、中学校、あと九段中等教育学校におきましては、教科用図書の調査の方を、始めているところです。
小学校の教科や図書については、昨年度からの継続にかかる採択となります。また、特別支援学級、あと中等教育学校の後期課程の教科書図書においては、それぞれの設置校において、今後選定作業を行っていきます。日程等につきましては、資料のこの採択事務日程に示した流れで、作業を行ってまいります。また、教科用図書の展示会につきましては、千代田図書館にて実施いたします。期間ですが、6月の6日木曜日から6月30日金曜日までというふうにしております。本件についてのご説明は以上でございます。当店につきまして、質問ありますか。昨年、中学の教科書から信頼の教科を起こしたいということで、たくさんの業務を見ていただくということで、よろしくお願いします。はい。昨年ですと、委託納入をしていただいた方に、今年もそういう形なんですか、あるいは、できますかね。研究サイトの社員研究所にも、そういうことで、その人じゃお願いします。研究所の方に、本文として用意しております。こちら、また、ご要望ございましたら、対応させていただきます。研究者がそこでも見られる形で、こちら、そこでも、こちらの例の、見ていただける。この資格で、勉強とかで研究されていただくのは、大切なものでお願いします。よろしいでしょうか。それでは続きまして、一面投稿実況指導教室の利用状況を調べて、いつまで指導会の説明をお願いします。はい。それでは、令和6年4月の2つ目、投稿、あと発表教室の条件についてご報告させていただきます。まず、いじめについてですが、4月の新規いじめとしては0件でございます。それと、解消です。いじめ報告のちょうど真ん中にあたる今年度解消過去転出というところでは1件でございます。昨年度からの継続事案につきましては、示しの13件というところでございます。続きまして、不登校の数でございますが、4月はの授業日数が30日満たないということのため、今月の不登校報告はがございません。各学校に対しましては、年度初めに登校していない児童生徒に対して、しっかり連絡を取っていただき、一人一人に対してサポートするよう依頼していくこと。今年度も児童生徒が安心して登校できるよう、各学校、関係機関と連携の方を取ってまいります。最後に、拡張教室の利用状況についてです。令和6年4月で全員が再登録という形になりますので、まず今月の4月の新規登録者は15名でございました。今年度も引き続き各学校と拡張教室が児童生徒の情報を共有しながら連携して進めていけるようにいたします。本件のご説明は以上でございます。ありがとうございます。いじめ等の研究している教室の利用状況。今後、増えてくるのではないかなというふうにですね。はい、どうぞ、おっしゃってます。で、発育教室が新しくなって、子供たちの様子だったりとか、現在の視点を見てくれていますので、それがそうです。小学校の方のニュースと中学校の感じに分かれまして、小学校の方は、とても安心して過ごせるような環境を整えておりますので、そこで支援教とゲームをしながらとか、楽しく過ごしている様子を行います。あと中学校の方の教室も、学習できるような環境スペースも作ってありまして、ですね、個別にそれぞれ机で学習している様子なんかも見えます。また、そこで少し時間経ちましたら、また違うフロアに行きまして、そこで、カードゲームをしたりとか、そのようにですね、
楽しく、居場所として、充実した環境のもと、過ごしている様子が見られます。ひらがなになったので、この表もひらがなにで書いていただいた方がいいのかな。はい。一つよろしくお願いします。先日の時にですね、見学したいっていうのを、小山さん連れてきて、で、そこになるの、おーって、なんとなくの、文化の取れないっていうような反応があったっていうことで、なんか、研究のそういうことで、この雰囲気やるような雰囲気で、ちょっと違った雰囲気を作るようにしようというの今後のものが増えていくのかなと。次に、この版の映画にっていうことが、今日のするのかな。そこに連絡が取りに行かないんじゃなくて、どこから必ず、つながっているというのは、狙いとしてこの教室を設けています。で、では、宣伝しやすいし、4回によろしいでしょうか。はい。じゃあ、それでは、日程第3、その他事項に入ります。9回、業務予定、9番、6月5日分につきまして、基本の業務活動ですね、お願いします。はい。じゃあ、工事予定表と、中学8月5日分についてご説明いただくということになっています。行事予定表の方でございますが、本日、教育委員会の定例会がありまして、12日、22日は、指導学訪問が、招聘要請でございます。その後、5月30日の木曜日に午後2時からは、学校保健会の総会が、PTP プラザ一番町の活性の方で行われます。それから6月1日には、昨年度実施できなかった、こちらの幼稚園、小学校の30周年の行事がございます。それから、翌週6月3日月曜日から箱根移動教室が、まで行われまして、6月5日、7日は、教育委員会が、高知町幼稚園と千代田幼稚園でございます。10日、11日も教育委員、10日は教育委員会の各事務所、11日が、定例会でございます。それから、6月19日には、雇用処合同研究会、研修会が小児幼稚園小学校で行われます。6月24日には、教育委員会で普段中等教育学校で行われる予定にございます。続いて、広報原稿でございますが、月5日号の方でございます。月5日につきましては、普段中等の次第層に、夏休みの行事、また児童家庭支援センターの親と子の絆プログラム、子育てサポートの当時説明会、指導課の教科書展示会、それからは、文化振興課、それと、障害学習スポーツ課の各種イベントの方を、掲載する予定でございます。私の方からの説明は以上でございます。はい、ありがとうございます。行事予定、はい、次から、ございますので、行事予定見ていただきます。白会社です。はい、どうぞ。中学校、中等教育学校の、運動会っていうのを、が、いましたので、お知らせ申し上げます。中華終わりましたよ。中等は、終了しました。最初の金曜日に、今度、次回5月の25日、今週の土曜日ですが、麹町中学校三田教室橋中学校の、運動会対戦の方が開催される予定でございます。お願いします。いっぱいでございます。午前中で終わることも初めての、ぜひまた、人からの参考にください。理解ございましたので、何かこれについてご質問等ありましたら、よろしくお願いします。はい、じゃあ、中学校のプログラムが、もし、アフィリエイトで、
この後、話してもらって今プログラムの詳細とですね、それぞれ中学校から取り寄せているところについて、次第ということに操作されていただければお願いいたします。よろしくお願いします。よろしいでしょうか、この件について、ありがとうございました。それでは、教育院からの情報提供ということで、マカロニからでは、ご提供よろしくお願いいたします。まず、一番目がですね、本日の予定ほどありますけど、まず一番目がですね、日時の4月25日に、あと、読売新聞の人は、同じ4月25日に、公立高校の9割の熱が遅いということが言っておりました。また、日経の方では、学校の通信教育の整備が半ばということで、公立の小中と推奨値に至っては8割ということで、そんなような全国の公立小中の3万2000校で、ネットの通信職員は、文科省の推奨したを満たした学校は6503校、21% にとどまっている現状のそうですが、東部ではどのような形になっているでしょうか。奈良教育大学院の小崎先生は、周囲の学校や自治体内で共同で調達を要するといった連携体制が築ければスムーズに対応できる。教員の負担減にもつながるのだとのことですが、東部では千代田区全体での調達運用が行われていると思いますが、現状はいかがなのか。どのようなことになるでしょうか。どうでしょう。はい、今、2点ご質問ございました。まず1点目でございます。ネットの速度というところで、この調査ですが、本区でも昨年12月に実施しておりまして、本区においても推奨値、微達8割以外としているところでございます。この推奨値なんですが、全国児童生徒が同時に動画等にアクセスし、端末を活用した際にも支障がほぼ生じない水準である。ということは、先週ですね、5月15日に文部科学省主催で開催されました、学校のネットワークに関する説明会においても、説明をいただいているところです。また、説明会では、未達だからといって、早急に再現してくださいというわけではないということもお話しされておりました。背景にはですね、今後CBP による学力調査や、すべての教科書や教材がデジタル化していくということ等もありまして、準備を進めてくださいというメッセージがあるというふうに指摘しております。現状ですが、学校ですが、体育だとか音楽などのそういった実技評価もあり中、全校児童生徒が同時に動画等にアクセスするということがほぼないという状況でありますが、天候だとかその時間帯など、インターネットにつながりにくいときには、本校においては校内のWi-Fi の以外にも、FP 回線がございますので、そちらを併用しながら活用しているというところです。で、現在の保守業者は、令和8年夏まででありまして、そのタイミングでこのネットワーク回線を不足するのか、それを待たずして、令和7年度から回線を不足していくかについては、再度ネットワークアクセス説明等を実施したり、予算面等も鑑みながら検討してまいりたいというふうに考えています。そうしますと、現状でほぼ問題ないと、東部の場合は問題ないということで、現状では問題ございません。もう一点、はい、どうぞ。ですが、共同と、調達業ですね、共同での調達業。本区で九段中等教育学校のすべての公立小中学校において一括で端末を調達して、運用補修を実施しているところです。なおですね、端末の調達につきましては、今年度から、東京都が主催する、都内各自治体合同での共同調達が開始されているということです。本区では、次回の端末更新が令和8年度というところで予定しておりますので、今後ですね、この共同調達に参加というところは検討していただきたいと思います。以上でございます。2番目がですね、日経の4月26日に、
山梨県で学校向け文書送付を半減ということなんですけど、今は働き方改革で、業務の中の書類を減らそうということで、いろいろ皆さん、工夫されていると思うんですけども、山梨県の教育委員会では、学校現場への文書半減プロジェクトで、山梨県教育委員会が必要度に応じて仕分けし、23年度は年間1299件、990件、52% の送付に届けたそうであります。このような取り組みを、区市町村の教育委員会では対応は難しいでしょう。この取り組みは国からの文書で295件の必要性が低いと山梨県教育委員会が判断してそうしなかったそうですが、トークレベルでの対応は可能なんでしょうか。はい、市長たちお願いします。本日のトップにおいても、国や都からの発出文書については、学校園に送付すべきものについては、提出はしておりますが、教育委員会内で、確認だけで済むものについては、送付しないといった対応もしております。送付しない対応については、学校園に例えば対象者がいないような案内等などの通知とか、子どもの数だとか、教育委員会内で資料があり、こちらで作成できるもの、このような調査関係等が、先が挙げられます。またですね、学校に回答を求めるものの中でも、例えば、不登校者数など、例月で報告を上げてもらって、こちらで資料がある項目については、一部こちらで回答を作成した後、学校には必要最低限の回答をしてもらうような対応をしております。今後ですね、引き続き国だとかとの発出文書一つ一つしっかり確認いたしまして、公園の負担にならないように対応してまいりたいというふうに思っています。ぜひ、先生方、ご対応だと思うんですけども、生徒と接する時間を確保していただくための上でも、書類がなるべく、不要求っていうんですか、そういうものはね、こちらの方で調整していただけたらありがたいなと思います。以上です。はい、3番目なんですけども、ちょうど今、年度始めなんですけれども、日経新聞の4月26日に教員試験を5月に前倒しするとか、読売新聞の4月の27日が教員試験、採用試験が前倒し通知ということで、あるいは日経新聞の4月の27日に教員試験が5月11日をご一緒にということで、文部省通知を1ヶ月前倒し。読売新聞の4月25日で新人教員 4.9% が離職、昨年度3年連続で増加ということで、問題2つあるんですけど、この教員試験っていうのは多分、都道府県でやるものなんでしょうから、区で対応っていうのはできないんだと思うんですけども、教員のその人材総合に向けてですね、文科省が今年度より制度を変更してきているようですけれども、新人教員の離職が3年連続で増加している現状、今年度からメンター制度等を全小学校で導入とのことがありますけれども、トークでの対応と現状はどんなものでしょうか。東京都の方では、教員が働きやすい職場作りの取り組みの一つとしまして、新採用教員メンターの導入というのがございます。小学校の新規教員が同世代の先輩教員にさまざまな相談を行うことができるというような取り組みとなっております。本区でもこの東京都の取り組みにのっておりまして、新規採用教員の学校においては、メンター役となる教員の方を言われてまして、その新規採用教員の困り感に対して相談体制というところを構築しているところでございます。またですね、新規に主任教員になった教員向けにも仕事に業務に対する取り組みながら実際の業務を通じて指導し、知識など身につかせる OJT についてもしっかり学ぶ研修というのも行いまして、若手の教員が働きやすい環境というのを整えていっているところです。今後もですね、新規採用教員を含めて若手教員がすぐにこういう相談できる体制だと。教育というこの仕事にやりがいを持って、子どもたちに笑顔で関われるような、そんな学校何を支援してまいりたいというよろしいですか。民間企業でも
早期離職というんですか、入社したらもう数ヶ月に離職してしまうっていう人が増えているようなんですけども、教員の場合ですと、皆さん、志も持ってね、入ってくるわけですから、ぜひ、そういう形で、早期離職がないようにいただければありがたいなというふうに思っております。はい、4番目です。読売新聞の5月1日に、幼稚園にネイティブ講師、港区英語を話す外国人派遣ということで、港区では今年の5月から公立幼稚園12年にネイティブティーチャーを派遣する事業を施行段階でも、幼児が積極的にティーチャーに関わろうとし、保護者から子どもが英語を楽しんでいるの評価があったそうなんです。そうでありますけれども、トークは多分なんか対応してるんでしょうかね。お願いします。幼児教育段階におけるその英語に親しむ機会の、さらなる充実ということを目指しまして、昨年度、令和5年の9月から、学習幼稚園をモデル園としまして、週1回程度 LT の方の追加派遣をしており、保育の中で自然と子どもたちが英語に親しみやすくなるような実的環境の整備を行っております。本年度につきましても、継続して実施しておりまして、効果検証の上、今後ですね、年園に LT の追加発見を拡充していくというところで、検討をしているところでございます。次、やっぱり幼児期の耳から入るっていうのはね、大事なのでしょうから、ぜひ、トークでも対応していただければなと思います。最後、5番目なんですけども、これは5月1日の読売新聞に出たんですけども、法廷に金物役にいて、5000トンで75点。品川区立小中学校事故研究点検で、校庭で地面から突き出ていた空上の金物で児童が怪我をした事故を受けて、品川区内の小中高校庭を点検、危険物2719点を回収。トークでの校庭の状況はですね、タクトは異なると思うんですけども、児童生徒の安全に向けて対策を行う必要があるのではないでしょうか。いかがでしょう。トークははい、じゃあ、子ども施設課長。人工芝とかね、そういうのがありますけど、どうぞ。子ども施設課長です。はい。ご提供ありがとうございます。品川区でも、一つ事故を定期に点検をされたということなんですが、1年前ですね、昨年になるんですが、昨年の4月に同様にというディナミックで同じような事故がありまして、文部科学省から一斉に事務連絡に連携するように出ています。で、これを受けましてですね、千代田区でも6月に、まだ基本をですね、学校活動の中で先生がしっかり点検をされているところなんですが、加えて事務連絡を受けて改めて子ども施設課の職員が現にですね、また現地の幼稚園を含めて、現地が一緒に現地 P でで、ご指摘の通り、他の自治体と比べて、いわゆる土のブランドがほとんどなくて、ドンチっていうのをウレタン、こういうこと、あとは人工資で、こういう時とかですね、打ち込める可能性があるのは、九段中と土のブランドと、あえて言うと、藤井認証が天然石という土地。もちろん、幼稚園内では土が、面積小さくて、先生が全部で、話に戻りますが、一斉点検しまして、で、ただですね、問題はない。ただ、引き続き、現地のでしっかり管理をしていただくよう大事な。はい。事故が起きてからでもそういうことで、この場の先にやっていただければ。皆さん、ありがとうございます。他に皆さんからどうございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい。それでは本日の教育委員会は以上をもちまして、閉会といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。